やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード6撮っていきたいと思います。お待たせいたしました。はい。私のチャンネルを見てくれてるみんなは Vlog じゃなくてね、ポッドキャストを楽しみにして見てくれてる人が多いと思うんですよ。それは分かってるんです。分かってるんですけど、最近は2つ続けて Vlog を出したんですね。でも、私の Vlog はすっごいリアルなネイティブの会話が出てくるので、ポッドキャストとかは8割9割聞き取れるけど、ネイティブの会話になると聞き取るのが難しいですっていう人にとったら、ネイティブの会話を盗み聞きできるめっちゃいいチャンスだと思うんです。だから今回はポッドキャストじゃないからいいやじゃなくて、楽しんで私たちの会話を聞く練習をしてくれると嬉しいなって思ってます。だからぜひぜひ見てください。はいじゃあ今回はそんなことは置いといて、ちょっといつもよりもカジュアルな感じの動画にしようかなと思っていて、服装もちょっとコンフィーなダルギって言うんですけど、こういうゆるい感じの服装を着て気分をリラックスさせて、お水とかも飲みながらダラダラとお話できたらいいなっていうふうに思っています。なのでみんなも何か家事をしながらとか作業をしながらとか運転しながらとか、この動画を聞き流す感じでゆるーく聞いてみてくれると嬉しいです。はい。じゃあ本題に入っていきたいと思います。今日は日本の大学生のアルバイト事情についてお話ししようかなって思ってるんですけど、なんでこのテーマを選んだかというと、私が日本語のレッスンの中で学生さんたちとどんなアルバイトをしてきたことがありますかっていう話をした時に、日本の大学生のアルバイト事情と海外の大学生のアルバイト事情って結構違うのかなっていう風に感じたので、はい、今回はちょっと日本の大学生がどういう風にアルバイトをしてるかとか、どれぐらい働いてるかとか、なんでアルバイトをしてるかとか、アルバイトをして、私は実際に大学生の時にアルバイトをたくさんしていたので、アルバイトをしてよかったなって思ったこととか、日本でのアルバイトとしての働き方についてみんなにシェアできたら面白いんじゃないかなと思っています。はい。まず、みんなアルバイトっていう言葉は聞いたことがあるかな？多分聞いたことがある人が多いと思うんですけど、パートタイムジョブですよね。はい。で、パートタイムジョブなんだけど、日本でそのパートタイムジョブっていう言葉を表す単語が、アルバイトとシンプルにパートって呼ばれる人たちもいて、で、その2つは、厳密的にはどちらもパートタイムジョブなので一緒なんですけど、アルバイトっていうと、なんか、大学生とか、早い子は高校生の時からアルバイトをする人もいるんですよ。で、高校生とか大学生とか、10代、20代ぐらいの人たちが、学業の隙間時間に働くことをアルバイトって呼んでます。で、主婦とか、社会人になって、そうだな、フルタイムじゃなくて、パートタイムで働いている人たちもいるので、そういう人たちのことをパートって呼んでいます。なので、アルバイトとかパートとかいろんな単語を聞いたことがあるかもしれないんですけど、どちらもパートタイムジョブのことではあります。はい。で、私が今日紹介したいのは、大学生のアルバイト事情についてお話ししたいと思います。はい。みんなは大学生の時にアルバイトをしていましたか？どうでしょうか？私は大学生の時になんとアルバイトを6つ経験しました。はい。6つアルバイトを経験してるって結構多い方だと思います。多分平均の人以上はいろんなアルバイトを経験したんじゃないかなと思います。でも、6つアルバイトを経験したって聞くとめっちゃ飽き性なのかなとか思われそうなので、ちょっと言っておきたいんですけど、私は全部のアルバイトを
例えば3ヶ月やってやめて3ヶ月やってやめてってしてたわけじゃなくって、全部1年以上はちゃんと続けてました。すごく楽しかったし、全部続けてたんだけど、私は掛け持ちって言っていろんなアルバイトを同時期にたくさんやってたんですね。だから多い時だと多分4つぐらいアルバイトを掛け持ちしていたので、はい、だから私は大学生の期間中に6つもアルバイトを経験したことがあります。はい。で、まずね、日本の大学生のアルバイト率について紹介したいんですけど、日本の大学生って何割ぐらいの学生がアルバイトをしてると思いますか？統計を見ながらお話ししたいんですけど、日本の大学生のアルバイト率って75% らしいです。7.5 割。7.5 割の大学生がアルバイトをしています。この数値を聞いてみんなは高いなって思うでしょうか、低いなって思うでしょうか。逆にまあ自分の国と同じぐらいやなって思いますか？はい、私の予想では結構海外の大学生さんって本当に学業がすごく忙しかったり、プレゼンテーションが多いんですっていう学生さんもいるし、インターンシップとかの準備でアルバイトなんてしてる余裕がありませんっていう人もいるだろうし、だから日本のこの 70% っていう数字はみんなからしたら結構多い方、高い方なんじゃないかなって思っていますが、どうでしょうか。はい。で、他の国の統計も一応あるんですけど、この統計がね2013年の統計なのでちょっと古い統計にはなるんですけど、ここに書いてあるのではアメリカでは 50% ぐらいで、イギリスが 37%、 フランスは 25% っていう風に出てます。結構少ないですね。大学生時代にアルバイトをしてる人って少ないみたいなんですけど、実際どうでしたか？はい、すごく気になります。じゃあなんで日本の大学生がアルバイトをするかなんですけど、はい、まず一つ目はシンプルに生活費を稼ぐためです。日本の大学生は高校生までは基本的にはね、両親とかと一緒に、実家って呼ぶんですけど、実家で過ごしていた学生が多いと思うんだけど、大学生になる時に一人暮らしを始める人が多いです。で、一人暮らしを始めて県外の違う県の大学に進学する人も多いので、そのタイミングでねアルバイトをしていかないと、もう生活費、家の家賃も払わないといけないし、食費だったり、授業料だったり携帯代だったり、いろんな費用がかかりますよね。今まで親に払ってもらっていた費用を全部大学生になったらアルバイトをして払うようになるっていう人が多いんじゃないかなと思います。中には保護者、両親からの仕送り、お金をねもう送ってもらうことを仕送りって言うんですけど、両親からお金を仕送りしてもらっている人もいるんですけど、ていうか仕送りをもらう人は多いと思うんですけど、その仕送りだけじゃ絶対に賄えないので、だから自分もアルバイトをしてお給料をもらって、その中から生活費を出している人が多いと思います。実際私は実家で大学に通っていたので、私の場合は県外に進学するタイプじゃなくて、自分の実家から通える大学を選んだので、家賃とかはかからなかったんですけど、家賃とか食費とかは特にかからなかったんですけど、自分がアルバイトをして稼いだお金で、携帯の利用料とか、あとは何払ってたかな、携帯代とか、あと私車を持っていたので車のガソリン代とか、あとは自分の欲しいもの、自分で稼いだお金で払ったりとか、友達と遊ぶ時のね飲み会のお金とか、そういうのは全部自分でアルバイトをして払っていました。そういう人が多いんじゃないかなと思います。はい。だから生活費を稼ぐためにアルバイトをするでしょ。あとはさっきも私言ったけど、その趣味とか友達との交際費、友達と遊ぶ時のお金
自分の欲しいものを買うためのお金をアルバイトをして稼ぐ人がいます。で、あとはフルタイムジョブをする前に、社会人になる前になんかアルバイトをして働くっていうことがどういうことなのかをちょっと勉強するみたいな感覚でアルバイトをしてる人もいます。やっぱりアルバイトをせずにいきなり正社員フルタイムのジョブをするっていうのは、私たち日本人からするとちょっと心配になることがあるというか、私の感覚ではアルバイト今までしたことないのに正社員いきなりなったんだ、すごいねって思います。だからやっぱりアルバイトをしてある程度働くっていうことがどういうことなのかとかね、なんかその仕事上での言葉遣いだったり、お客様との接客だったりとか、人間関係、コミュニケーションとかいろんなことを勉強することができると思います。なのでそういう意味でアルバイトをしている学生も多いです。はい。まあそういう理由が主なんじゃないかなと思うんですけど、みんなはどういう理由でアルバイトをしていましたか？はい。気になりますね。じゃあね、日本の大学生が、7割の大学生がアルバイトしてるって言ったんですけど、日本の大学生は学業があんまり海外の大学に比べて大変じゃないからアルバイトができるんじゃないかなっていう意見があるかもしれないので、日本で一番偏差値の高い東京大学ですね。東京大学の学生のアルバイト率も調べてみたんですけど、なんとですね、東大生のアルバイト率も7割だそうです。はい。びっくりじゃないですか。だから、やっぱり、学業はすごく大変だし、忙しい東大生の方々でも、アルバイトをしてる。じゃないとやっぱりアルバイトしないと生活できないので、だから日本では親が大学生の子供に生活費とかその遊ぶためのお金とかを貯めておいて、それで生活させてあげるみたいな文化はないので、全く。はい。もう大学生になったら自分でアルバイトできるんだし、自分でお金を稼いで自分の好きなものとか、自分が友達と遊びたいんだったらそのお金を自分で稼いで、それで払いなさいっていうような考え方の人が多いんじゃないかなというふうに思います。もう日本でそんな親の仕送りだけで生きてる人はめっちゃレアだと思います。相当お金持ちだと思いますね、そんな人は。はい。で、私が実際にじゃあどんなアルバイトをしたかなんですけど、私、はい、6つアルバイトをしてきましたって言いましたよね。1つ目は、大きいショッピングセンターの化粧品売り場で、レジをしたりだとか、お客さんとの接客を勉強したりだとか、商品が届いた時の品出しって言って商品を出したりとか、はい。あとは、その1日のレジ締めって言うんですけど、1日のお会計のお金を入金しに行ったりとかね、そういうお金を扱ったりとか、そういうこともアルバイトでしました。そのアルバイトは私は大学1年生の時から大学4年生の時まで続けていたので、4年間続けましたね。一番長いアルバイトです。はい。で、2つ目なんですけど、2つ目はカフェで働いていました。これは短期のアルバイトだったので、1ヶ月ぐらいかな。多分1ヶ月ぐらいしか、もともとその夏休みの期間だけ働いてくれる人を募集してますっていう感じだったので、私は家の近くのカフェで1ヶ月間働きました。はい。で、3つ目は結婚式場で働きました。結婚式場の披露宴の時に、なんかもうこういう感じでお皿をね、こことここに乗せて2枚で、披露宴会場にこうやってお食事を運んだりとか、飲み物をこうついだり、注ぐことつぐって言うんですけど、ワインとかスパークリングワインこうやってついだりとか、あとはその結婚式に来るゲストの
方々のなんか荷物を預かってクロークに置いたりとか、そういう感じで結婚式場のスタッフとしてアルバイトをしたことがあります。はい。で、次、4つ目は学校の先生のアシスタントとして働いたことがあります。これは私がもともと通っていた地元の小学校に行って、その小学校授業が終わった後、放課後って言うんですけど、放課後にちょっと勉強が苦手な子たちが集まって放課後スクールっていうのをやってたんですけど、そこに私はその学校の先生たちのアシスタントとしてアルバイトで行ったことがあります。だから勉強がちょっと苦手な子供たちに勉強を教えてあげたりとか、もうそもそも勉強したくないっていう子供たちだったので、どうやったら楽しく勉強をねできるかなっていう風に考えて楽しませてあげたりとか、そういう感じのことをしていました。はいでしょ。で、5つ目はカラオケで働いたことがあります。カラオケ、みんなカラオケは好きですか？はい。これは普通にシンプルにカラオケをしに来たお客さんたちを接客して、っていう感じですね。結構イージーなバイトでした。はい。めちゃめちゃイージーなバイトでしたね。で、6つ目は、さっきの学校のバイトと似てるんだけど、塾で働いてたことがあります。クモンっていうね、結構日本では有名な塾があるんだけど、その塾で、これも先生のヘルプ、アシスタントとして、私も先生として生徒の丸付けをしてあげたりとか、その塾に来ている学生たちがわからないっていったところを教えてあげたりとか、してました。はい。だから私は学生時代に6つのアルバイトを経験したことがあります。そして私は大学を卒業した後もちょっとアルバイトをしていた時期があるので、その時に経験したのがスターバックスと、あとコールセンターで働いたことがあります。はい。で、スターバックスは本当は大学生の時にずっとやってみたかったアルバイトだって、でもその時募集をしてなかったんですね。求人をしてなかった。募集をしてなかったので、私はもう応募することさえできずに、その夢は、儚く散ってしまったんですけど、大学生を卒業してから、スターバックスの求人が出てるところを見つけて、ちょっとスターバックスで、ちょっとっていうか2年ぐらい働いていました。でも、その時は、やっぱり学生じゃなくて、フリーターっていうのもあって、普通のドリンクを作ったりとかレジで接客したりとかはもちろんなんですけど、私は時間帯責任者としてマネジメントにも携わらせてもらっていたので、店舗運営についてですね、いろいろ商品を発注したりとか、管理したりはもちろんですけど、その人材の育成っていうところについてもちょっと携わっていました。だからアルバイトとはいえどもすごく責任感の高いお仕事に携わらせてもらっていたので、とても感謝しています。で、あとはコールセンターなんですけど、コールセンターはシンプルに電話対応ですね、をしていました。こんな感じで私は大学生の時に6つで、大学を卒業してから2つアルバイトっていう働き方をしていたので、合計8つも経験したことがありますね。びっくり。自分でもすごい今びっくりしてます。なんですけど、私は本当にこれらのアルバイトを通してやってよかったなって思うことばかりですね。全部アルバイトすごく楽しかったし、どのアルバイトも結構好きでした。でもそのアルバイトを通してやっぱり私に合う仕事と私には多分合わないなっていう仕事を感じることもできたんです。だから大学生のみんながアルバイトをするのって、ただ生活費を稼ぐため、ただお金を稼ぎたいっていう目的もあるけど、日本の大学生はやっぱり大学を卒業したらすぐに就職する人がほとんどなので、その就職活動をしていく中で、
アルバイトを通して働くっていうことがどういうことなのか、自分にはこういう仕事が向いているなとか向いてないなっていうのをアルバイトを通して分かることができるので、なのでアルバイトすごく大切だなって思いますね。はい。で、私はアルバイトをしてじゃあ何が良かったかっていうと、やっぱりお金を稼ぐことの大切さとか、お金を稼いで自分で稼いだお金の中でやりくりすることの大変さを勉強したし、お金の大切さをすごく感じることができました。やっぱり両親からもらったお金を使うのと、自分が頑張ってね、忙しい中時間を見つけて頑張って働いて、そのもらったお給料で何かを買うのじゃ全然違いますよね。そうだからすごくお金を稼ぐことの大変さも知ったし、今まで両親が自分たちに払ってくれてた、仕送りとかで渡してくれてたお小遣いっていうそのお金の大切さを改めて感じることができました。なのですごいそれも良かったなって思うし、私はアルバイトを通してすごく、目の前の人にサービスをするで喜んでもらえるのを実際に私が見れる仕事が自分に多分向いてるなって感じることができたんですね。そうだから一回私さっき言ったけどコールセンターで働いたことがあって、コールセンターって、電話対応じゃないですか。なので電話でやっぱりお客様に喜んでもらうことはできるけど、実際にそのお客様が喜んでる姿を見ることはできないし、そうだからなんか実際に私が何かをサービスするっていう感じじゃなかったから、私にはそういう仕事は合わないなって思いました。なんか実際に自分が人と人とコミュニケーションを通してサービスを、自分で考えたサービスを提供して、それに対して喜んでもらえることに私はすごくやりがいを感じるんだなって思ったんですね。はい。だから今日本語の教える日本語教師として働いているんですけど、それって実際に対面しているわけじゃないけど、だけどやっぱり画面越しに生徒のみんなと会えるし、そして私がなんかこの生徒さんの一人一人のニーズを考えて、その一人一人に合ったレッスンはどんなレッスンなんだろうって考えながら一応ちゃんとやっています。なのでそれで生徒さんがすごい日本語を話せるようになって嬉しい、喜んでる様子とかを見れると私はすごいやりがいを感じるんですね。だから今の仕事は私にとってすごくぴったりだなって思っています。話が長くなっちゃったんだけど、そんな感じでアルバイトを通して自分にとってどういう仕事が向いているとか、ちょっとこういう仕事は向いてないかもっていうのを感じることもできるので、日本人の大学生はアルバイトをそういう意味でもなんか選んでる学生がいると思います。私は結構そうでした今日の動画はちょっといつもよりもめっちゃカジュアルな感じの話し方だし、みんなが気に入ってくれるかどうかわかんないんですけど、あと結構難しい話になっちゃったかもしれないんですけど、最後までここまで聞いてくれたみんな本当にありがとうございます。みんなは大学生の時にどんなアルバイトをしていましたか？そしてなんでアルバイトをしていましたか？で、アルバイトで勉強したこととか感じたことありましたか？はい。今日もいっぱいいっぱいみんなのコメント待ってます。じゃあちょっとゆるい感じの動画だったんですけど、聞いてくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。